ねえ、ストレンジャーシングスの新しいシーズン見た？あ、新しいシーズン出たんだ。うん、面白かった。そう。この会話どう思う？文法は間違ってないけど、なんか違和感を感じるな。そうだね。ということで会話のスキル1、前置き。前置き？言いたいことの前に言うことか。そう。最初の文、ストレンジャーシングスの新しいシーズン見たは、なんで違和感を感じる？なんでいきなりそんなこと言ってきたのって違和感。そうだよね。じゃあこの人が言いたいことって何だと思う？面白かったってことでしょ？その通り。つまりこの面白かったを言うために新しいシーズンを見たを前置きとして言う必要がある。なるほど。じゃあ、どう言えばいいですか？新しいシーズンを見たんだけどだね。んだけど、か。そう。んだけどは前置きとしてめちゃくちゃ使う表現。富樫さんはそういう絵を手抜きするっていう風に思われてるんだけど、その本人曰くすごいこだわりがある絵に対して。けどなんで人間がさ、こんなにいろんな人がいるかってわかる？俺なんかネットで見たんだけどさ、やっぱ多様性って生きるために必要らしいんだよね。人類という種を残すために。そうか。確かに新しいシーズンを見たんだけどって言えば、この後何か言うんだろうなって思うから、なんでそんなこと言ってきたのって思わないな。でしょ？この「んだけど」他に例文作れる？昨日バイトで事件が起こった話を言いたいとき、昨日バイトだったんだけど、変な客が来て、めちゃくちゃな要求してきて、か。そうそう。一緒に働いてない限り昨日バイトかどうかも知らないじゃん。だから前置きで昨日バイトだったってことを言ってる。なるほどね。あ、あと最初の会話、新しいシーズン見たって言った後、聞き手が、新しいシーズン出たんだって聞き返してますね。新しいシーズンが出たってことをまず知らなかったら話が進まないですよね。そうだね。そういう時も前置き。相手が知ってるだろうなって思うけど、言いたいことの前に確認したい時はじゃん。これも前置きか。そうそう。新しいシーズン出たじゃんって確認すれば、相手が「ああ出たんだ」って聞き返さなくてもいいからね。なるほど。良い一日をっていうフレーズあるじゃん。この間オンラインレッスンで生徒の人が、はい。例えば、先月一緒に受けたテストの結果がひどかった話をするとき、先月テストあったじゃん。で、まずその情報を思い出させて、結果ひどかったか。そうそう、相手がそれを覚えてないかもしれないからね。じゃんの質問で言いたいことの準備をする。なるほど。じゃあ、最初の会話を自然にしますね。やってみ。ねえ、ストレンジャーシングスの新しいシーズン出たじゃん。そうなんだ。まだ見てない。見たんだけど、めっちゃ面白かった。見てみようん、すごく自然、違和感なし。う。よし、1個目のスキル、ゲット。じゃあ B は「んだけど」と「じゃん」以外の前置き知ってる？わかりません。じゃあその他の前置きと「んだけど」と「じゃん」についても過去の動画でもっと詳しく説明してるから見てみてね。はーい。主人公が侍なんだけど、江戸時代初期のお話で、侍がまだ残ってる時代に。そうね。じゃあ次、ブレイキングバッドってどんなドラマ？ウォルター・ホワイトっていう科学教師がいる。彼はがんになった。彼はお金が必要。危ないビジネスに手を出すって話。そうなんだ。なんか文の一個一個が繋がってない感じがするな。そうだね。全ての文が独立しててまとまってない感じがする。ということでスキルに文の接続。
文同士にまとまりを持たすってことか。そう。基本的に手形を使って接続はできる。そうですね。科学教師がいて、がんになってっていう風につなげられますね。そうだね。あとは接続詞って方法もある。そうですね。がんになった。だから危ないビジネスに手を出した。みたいな。そうそう。だからとか逆説だとでもとかが使いやすい接続詞だね。でもだからとかでもって意味のつながりがありますよね。そうじゃなくて単純に話を続ける接続詞ってありますか？カジュアルな会話で一番使うのはでだね。例えばウィルって男の子が失踪して、でみんなで探して、でエルって女の子が出てきて、エルの能力を使って探してみたいな。でに意味は特にないけど単純に話をつなげてるって感じがします。そうそう。このでは会話でよく使うから覚えておいた方がいいよ。エヴァン・ハンセンって子が精神病みたいな、なんか病気抱えてて、であらすじとしては、その精神療法として、自分に毎日手紙を書くっていうのがあるんだって、でその今日元気してるかみたいな、書いて自分に書く。でそれがディア・エヴァン・ハンセンなの。そうか、でか。そしてって接続詞もありますよね。これも単純に文をつなげるって感じだと思うんですけど、そしては使いますか？カジュアルな会話であんまり使わないね。ちょっと硬い印象もするし。そうなんだ。じゃあそれではどうですか？基本的にでの方が使うけど、それでも使うよ。じゃあジミーっていう弁護士がいて、で口がうまいんだけどなかなか仕事がうまくいかなくて、それでギャング絡みの仕事もするようになって、とうとう襲われそうになってみたいな感じですか？そうそうそう。じゃあ最初の文を直してみて。ブレイキングバッドってどんなドラマ？ウォルター・ホワイトっていう科学教師がいて、でがんになって、それでお金が必要で、だから危ないビジネスに手を出すって話。そうなんだ。完璧。文の一つ一つがまとまりがある感じがするね。よし、スキルにゲットだぜ。雫はなんだろうな。まず能力がすごく好あ、そうなんだ。き。デメちゃん。昨日仕事でめっちゃ怒られたんだけど、でそのマネージャーが怒ってんのが私のミスじゃないのね。だからそれ私じゃないですって言ったら、言い訳するなって。やばくね？話聞いてる？会話っていうより一方的に話してる感じがするな。そうだね。聞いてる人が会話に参加してない感じがする。というわけでスキル3、相づち。話してる人に対して言う言葉ですね。そう、相づちは相手の話に対する反応だから、これをしないと話してからすると聞いてるってなる。そうですね。相づちなら一番基本的なのはですよね。そうそう。自体にあんまり意味はないけど、相手が話してる時に使うと聞いてるよって反応になる。はい、そうですよね。あとは何か使いやすいものはありますか？相づちって言ってもたくさんあるからね。まずはそうだねとそうなんだを覚えるといいよ。前にもやりましたね。そうだねはどんな意味？相手が言ったことに対する同意とか共感ですよね。そうそう。毎日働くって辛いねって言ったら、そうだね、辛いね。そうそう。決断が結構重要なキーワードかもね、進撃は。そうそう。で、本当にさ、言ったら何個も選べるルートはあるもんね。言ったらなんかその、ね。じゃあそうなんだは自分が初めて知ったことですよね。そうそう。例えばスラムダンクの映画12月公開だって言ったら、そうなんだ、絶対見に行こうみたいな。
そうそう、完璧だね。で、大統領のバイデンは非難してますね、このそうなんだ。 US 法に対して。じゃあ最初の会話に相槌を入れてみて。昨日仕事でめっちゃ怒られたんだけど、で、そのマネージャーが怒ってんのが私のミスじゃないのね。そうなんだ。だからそれ私じゃないですって言ったら、言い訳するなって。やばくない？そうだね。それはやばいね。とても自然。よし、スキルさんゲット。じゃあ今日紹介したそうだねとそうだよねの違いわかる？なんだっけ。じゃあその違いと一緒に他の相槌も過去の動画を見て覚えてね。はーい。A さん、登録者数が伸びていません。やっべ。皆さん、この動画がためになったら高評価、コメント、チャンネル登録、 SNS でのシェアお願いします。マジで。マジでお願いします。じゃあ次の回はドラマじゃないけど、俺は昨日映画見たね。ああ、そうなんだよ。何見たね？スパイキッズ4見たよね。ああ、スパイキッズって面白いね。そうだよ。でも4は予想外の出来だね。そうなんだよ。見てみるよね。よねですよね。っていうか、なんかめちゃくちゃ変な会話ですね。この文の最後につける修助詞は自分の相手への気持ちを表すから会話でめちゃくちゃ重要なんだけど、使い方を間違えると違和感しかない。そうですね。これがあると相手との共感とか知ってほしいとかそういうことを表せるんだけどな。まずよくある間違いは何でもねをつけること。そうですね。昨日映画見たねはなんか変。そうだね。ねはどんなニュアンス？相手に共感を求めるニュアンス。そうそう。だからこういう自分だけしか知らない過去のことをねって言われてもんってなる。そうですね。いや、知らないしってなる。じゃあよねはどういうニュアンス？相手と一緒に確認か共感したいってニュアンスでしたね。そうそう。だから見るよねとか言われてもいや一人で見るんでしょってなる。そうですよね。見るねならわかるけど。じゃあよのニュアンスは？相手が知らない情報ですよね。あと？あと？それだけじゃないよ。忘れました。修助詞に関してはニュアンスを覚えるのに一言じゃ絶対わかんないし、いろんなケースで使って覚えた方がいいから過去の動画もう一回見て勉強して。わかりました。見ますよ。見ますねの方がいい。はい。さっきの会話を直すとこうなる。ドラマじゃないけど俺は昨日映画見た。ああ、そうなんだ。何見たの？スパイキッズ4見たよ。ああ、スパイキッズって面白いよね。そうだね。でも4は予想外の出来だった。そうなんだ。見てみるね。めちゃくちゃ自然ですね。そうでしょ？相手と会話してるって感じがする。はい。でも A さん、何見たが何見たのになってますね。じゃあ最後はそのスキルを身につけよう。求められる能力が多いよね、漫画家って。多いね。しかもめちゃくちゃ短いスパン。じゃあこの会話例。マジで仕事疲れた。最近忙しい？忙しい。なんか大事な案件あんの？そう、その準備でね。そうなんだ。最近彼女とどう？うまくいってるよ。そう。なんか一方的な会話ですね。そうだね。こんな風に一人だけ質問してると尋問みたいになる。だから質問の仕方を知らないと会話が弾まないですね。そういうこと。ということで最後のスキル、質問。これは大事ですね。基本的にカジュアルな会話では普通の文をイントネーション変えるだけで質問になる。そうですね。最近忙しいって語尾を上げるだけで質問できますね。そう。パリピ孔明見た。もうパリピ孔明見ただけでも質問になる。まずもう余談好き？そりゃそう。
ちなみにデスマスだと「か」をつけて質問しますけど、カジュアルだといらないですか？いらないね。かをつけて、例えば忙しいかだとちょっと強く感じる。はい、なんか上の立場から質問されてる気分になるな。そうだね。あと大事な案件あんのって質問してますけど、大事な案件ある？じゃダメですか？あんの方が自然だね。なんでですか？最後にのをつける質問は、その質問をする根拠があるときにするんだ。根拠か。じゃあ例えば、最近このメーカーのコーヒーばっか飲んでるって言われたら、それ美味しいの？みたいな。そうそう。そのコーヒーばっか飲んでるってことは美味しいのかなって予想できるじゃん。なるほどね。そうなんだよ。本当にね、本当に面白いよ。その好きなキャラとかいんの？じゃあ逆に根拠がない場合、ハリーポッター好きか聞きたいとき、いきなり何の情報もないのに、ハリーポッター好きなのはおかしい。おかしいね。じゃあラップトップの壁紙がハリーポッターで、それを見て、ハリーポッター好きなのは自然？うん、それは自然。好きって予想できる根拠があるから。なるほどね。わかりました。じゃあ最初の会話でなんて質問する？忙しい。なんか大事な案件あんの？そう、その準備でね。そうなんだ。佐々木は最近忙しい？いや、そんなにだな。じゃあ結構時間あんの？そうだね。だから毎日ゲームしてる。いいね。おー、とても自然。お互いに質問してるね。よし、スキル5ゲットだぜ。このの質問には疑問詞と一緒に使う質問もある。さらに他にも質問の仕方があるから、過去の動画も見てみてね。わかりました。